小学習者れいこです。2025年東京でめちゃくちゃでかいスポーツ大会が開かれるの皆さん知ってますか？大阪ではね、万博があります。あと東京もね、あと世界陸上があるんですけど、あともう一個、これがね、デフリンピックってやつが開かれるんですよ。皆さん知ってましたか？デフリンピックって。もしかしたらね、私の YouTube 見てくださってる方は知ってるかもしれないんですけども、デフリンピックって何かっていうと、耳の聞こえない、聞こえづらい人たちのためのオリンピック。そう、これ聞いてへーって思ったかもしれないんですけど、なんとですね、パラリンピックって耳の聞こえない、聞こえづらい人は出てないんですよ。びっくりされる方多いんですけど、デフリンピックっていうパラリンピックとはまた別のやつがあるんです。知らなかった人も多いと思います。やっぱね、このデフリンピックってもうデフ、耳の聞こえない、聞こえづらい人たちの世界の中で、スポーツ大会の世界の中でもう一番大きい大会で、ここでの優勝とかいい成績を目標にしてる人たちもすごく多いんですよ。でもね、デフリンピックって知ってる人はあんまいなくないですか？最近ね、手のマークのポスターとかがよく東京の駅とかに貼られてますけども、知ってる人あんまいないんじゃないかなって思うんです。デフリンピックをなんとかもっと盛り上げたいっていう、そういう会です。はい。そもそもね、デフリンピックってパラリンピックより歴史があるって知ってました？ 2025 年の東京開催ではデフリンピックはもうちょうど101年目。初回はフランスで1924年に行われたそうなんです。もうね、戦前ですよね。すごい昔からやってるんです。4年に1回やっていて、でその時の名前は世界ろう者競技大会って名前だったんですけど、2001年から、デフリンピックっていう名称に変わったそうなんです。こんなに長い歴史があるのに、オリンピックと同時開催のパラリンピックの知名度は 90% なのに対してデフリンピックは 10% 台。って感じですよね。いろいろね、事情があるみたいで、その運営の予算っていうのはその選手の移動費だったりとか、あとは器具とかに大半が当てられるそうなんです。で、そのオリンピックのね、このエンブレム問題とか、ちょっといろいろごちゃごちゃしたじゃないですか。それのね影響で、その広告費にあんまりそのお金をかけてないっていう現状があるっていうニュースも見かけました。このね、器具に大半が当てられるっていう話なんですけども、基本的に視覚情報以外はオリンピック同様のルールで実施されるんですけども、この器具っていうのはこの視覚情報の保証に使われます。これ視覚情報っていうのは、例えば陸上競技であったら、このスタートの合図、オリンピックとかパラリンピックだったらズドンってピストルがあるじゃないですか。ピストルだったら聞こえない人もいるので、足元にね、フラッシュランプって光でパッと知らせる、そういう器具があって、それをつけてるんですね。ちなみに水泳も笛とかピーってやるんじゃなくって、フラッシュランプがね、飛び込み台についていたりですとか、あとはサッカーは笛と合わせてフラッグで合図したりとかするみたいなんですよ。水泳もサッカーもあるんだみたいな風に思われた方いらっしゃると思うんですけども、いろんな競技が開催されるんですよ。陸上、サッカー、卓球、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、バドミントン、レスリング、フリースタイル、レスリング、グレコローマン、空手、柔道、テコンドー、水泳、テニス、ビーチバレー、自転車、ロード、自転車、MTB、ボーリング、ゴルフ、オリエンテーリング、射撃。21かな？こんなにいっぱい、もう東京の近郊で、東京とか東京の近郊でいろいろ開催されるんですよ。こんな大きい大会が知られてないって結構不思議じゃないですか？聞こえない人のオリンピックなんで、2025年デフリンピックね、もちろんお祭りにしたいっていう気持ちも、もちろんあるんですけども、これをね、やっぱお祭りだけにしちゃいけないなっていうふうにも思ってるんです。この大会でね、やっぱオリンピックとかパラリンピックって新しい技術を提供したりとか、新しい考え方とか、そういう理念みたいなものを発表したりとかする場でもあると思うんです。スポーツ大会以外にね。なので、この大会でね、この情報保障、通訳者の配備だったりとか、あとは映像には手話をつけるとか、そういう考え方だったりとか、そういうのがきっちり整備されると、もっと共生社会に進むんじゃないかなというふうに思っています。
なんかデフリンピック以外にもデフスポーツの大会っていろいろあるんですよ、実は。自分が今までね、部活とかで経験したスポーツとか、あとは、興味のあるスポーツにデフ競技があったら、ぜひね、なんか関心持ってほしいなっていうふうに思ってます。弊社もね、実はデフスポーツ関係で企画に入ってるプロジェクトがあるんですよ。でもね、もっと盛り上げられると思うんですよね。聞こえない人、聞こえづらい人が出場する大会なんだけども、聞こえない人、聞こえづらい人だけの大会ではないと思うんです。聞こえる人たちへの認知も高まるというか、高める必要があるんじゃないかなっていうふうに私は考えていて、ぜひね、聴者の皆様にも大会に関心を持っていただくっていうことで、共生社会っていうのは向かっていくことができるんじゃないかなと思ってます。というわけでですね、いろいろちょっとお話ししたんですけども、ぜひですね、このデフリンピックってどうやったら盛り上がるっていうことをちょっと皆さんにアンケートっていうか質問したいんですよ。ちょっとね、案をちょっとぜひ欲しい。アイデア欲しい。なので、ぜひですね、コメント欄にいっぱい書いちゃってください。何卒よろしくお願いいたします。というわけで、今日はこんな感じにしときます。じゃあまたお会いしましょう。